こんにちは、ミッキーです。今回は2025年冬最新レポート新宿カフェ&グルメ7選です。冬の気配が近づく新宿の街。そんな都内でも有数のターミナル駅で朝から夜まで楽しめるよう7つのお店をピックアップしました。早朝から好みの組み合わせで味わえるモーニングが魅力のカフェ。美しいビジュアルで土産にもぴったりな新登場のベーカリー。素材の良さが際立つ居心地のいいカフェ。ネオ居酒屋らしい楽しさを感じる賑わいのあるコスパ居酒屋。そして空間そのものが魅力の創作イタリアンなどなど、新宿という大きな街の中で今の季節に触れたい7つの表情を巡る時間をお届けします。ぜひ参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは新宿クロッシングカフェ&ダイニング。 JR 新宿駅から徒歩3分、新宿高島屋前でひときわ目を引くブラウンの壁、ガラス張りの外観が印象的な新宿クロッシングカフェ&ダイニングは2025年3月にオープンしたばかりの新しいランドマークカフェです。赤と白の直線が交差するロゴマークはまるで人々が忙しく行き交うような都会の横断歩道。そんな新宿クロッシングでのカフェタイムを共にした人々との偶然の出会いがありそうな、そんな想像をかき立ててくれます。木のぬくもりと洗練されたデザインを融合させた空間にはソファー席やテーブル席、カウンター席だけではなくて個室まで完備されています。出勤前に気合を入れたいモーニングから昼の打ち合わせ、ほっと一息つきたい夜の食事まで、あらゆるシーンに対応できるまさに万能なカフェ&ダイニングです。早朝のモーニングはなんと7時半からやっています。ですので多くの方にとって出勤前の選択肢になりそうです。非常にバリエーションが豊富になっていますので、食べたい分量を考えていただきつつ注文するのが良さそうです。ディナーに関しましては低温調理したビーフや黒毛和牛 100% のハンバーグ、栄養たっぷりのケールやレタスサラダなどが味わえるような本格的な高質料理もあります。ドリンクはコーヒー、ティー、ソフトドリンクだけではなくてアルコールメニューもとても豊富。コーヒーのカスタマイズメニューでは追加ショットを浅入りか深入りから選べるという本格派で、お好みのスタイルに合わせてカスタマイズできるのも嬉しいです。またカフェということでご覧のようなショーケースにはたくさんのケーキやサンドイッチなどがあります。ですのでモーニングやディナーもおすすめですけれども、ちょっと立ち寄って少しいただきたい、そんな時にもおすすめできるような空間です。またライトミールとしましてサンドイッチとコーヒーのセットなどもありましたので、セットメニューが特にお得です。さてそんなお店でこの日はリッチモーニングを注文しています。目玉焼きに添えられた厚切りベーコン、チーズとローストナッツが美味しいアクセントのグリーンサラダに野菜たっぷりのミネストローネ、さらに厚切りトーストが2切れつきまして豪華なお食事とドリンク。この充実した内容で1000円以下でいただけるのはとても嬉しいです。中心メニューであります全粒粉トーストは外がカリッと中はふんわりで、バターの香りが朝の空気に心地よく広がります。ベーコンの塩気ととろりとした黄身が絡み合い、朝から満足感たっぷりいただくことができます。もちろんリッチモーニングというタイトルの通り一番高価なモーニングであるんですけども、スープがついていないクロッシングモーニングに関しては650円、バタートーストとコーヒーだけのシンプルなメニューに関しましては550円でいただけますので、お財布にも優しいような価格設定で提供されている点もおすすめです。ぜひ様々なモーニングをご体験ください。続いてご紹介しますのは日常に寄り添う本格フレンチベーカリーブールアンジュ。その新たな拠点でありますブールアンジュ新宿店です。2025年の9月にオープンしたばかりの店舗。東京の新宿通り沿いに誕生します全く新しいスタイルのパン屋さん。新宿駅からも近い新宿サザンテラス店とはまた違った立地と時間帯でより幅広く多彩な層に届く拠点として誕生しています。こちらのブールアンジュは2017年にベイクルーズが立ち上げたオリジナルベーカリー。以来世界中から選び抜いた小麦粉と旬の素材を生かした彩り豊かなパンをご提案してきました。代表的なものとしましてはトースト専用のパンドミブール、
そして生食に最適なパンドミ半熟。そんな2種類の食パンが紹介されています。今回はブールアンジュさんのオープン前に訪れまして、その魅力を存分に体験してきました。そして特にブールアンジュ新宿店での見どころは、球体クロワッサンのクロワッサン丸、キューブ型クロワッサンのクロワッサン四角、さらにピラミッド型クロワッサンのクロワッサン三角、それらの見た目にも美しいようなクロワッサンも楽しむことができます。約 55.45 坪のゆとりある面積を備えてオープンしたこちらの店舗。基本的にはテイクアウト専門店になるんですけども、外には少なめではありますが、座って楽しめるような席もありますので、ちょっとした休憩に訪れるのもいいかもしれません。特にこちらの新宿通り沿いに関しましては、多くのビジネスマンが行き交う場所でもありますので、あまり時間がない時のテイクアウトよりも使えますし、仕事を終えた後の些細なご褒美としてテイクアウトして売り作で楽しむのもいいかもしれません。そんな場所だからこそ、道行く人が興味をそそられるようなその向けのディスプレイも注目。限定商品を投入しつつ、立地を生かした時間帯ごとの訴求が期待されます。運営会社でありますベイクルーズさんは、ファッションブランドでありますジャーナルスタンダードなどを手掛けていることもありまして、そのディスプレイ方法はファッションを展示するような工夫も感じられます。そんな美しい見た目の展示方法も単なる飲食店にはとどまらないような工夫を感じることができます。そしてご覧のように、このブールアンジュ新宿店では代表的なトーストが出来上がっていく様子だったりとか、数々のパンが出来上がっていく様子を眺めることもできますので、その工房でのこだわりなどを確認しつつ気になるパンを購入することができます。さて、こちらが先ほどご紹介しましたトースト専用のパンドミ。このとても柔らかい食感、そして出来たての芳醇な香りは抜群でした。そしてこちらは看板商品のクロワッサン。こちらに関しましても層を少し少なめにすることで、そのバターがじゅわっと香るようなこだわりが詰まった一品になっています。またテイクアウトが中心になる店舗でありながら、ドリンク系の販売もされていますので、ドリンクを注文していただいてテイクアウトした際にもパンと一緒にいただくことができます。続いてこちらはバケットのスビンゴールド。特別な小麦粉スビンゴールドを使って小麦本来のコク、甘み、香ばしさを凝縮して焼き上げた一品になっています。さて、こちら先ほども映していましたオニオン&ベーコンのクロワッサンです。クロワッサンとしての魅力はもちろんのこと、このベーコンなどが加わって惣菜パンとしてランチにも軽くいただけるような一品になっています。続いてこちらはサワードゥ。こちらに関しましてはフルサイズになっているんですけれども、ハーフサイズもありまして、パリッとした食感だったりとか、もちもちとした食感を味わうことができます。気泡のある軽やかな食感になっていますので、ぜひお試しいただきたいです。加えてサワードゥに関しましては、こちらのライ麦のサワードゥもありますので、好みに応じて注文いただくといいかもしれません。さて、こちらはドリンクでいただきましたカフェラテ。ミディアムサイズで800円ちょっとと少しお値段するんですけども、コーヒーにもこだわりが詰まっていますので、コーヒー好きな方でも楽しめるような一杯になっています。さて、そんな数々のパンの中からこの日はクロワッサンマーブルの四角、クロワッサンマーブルの丸、そしてジュワッとクロワッサンをいただいています。球体のクロワッサンに関しましては360度に美しい層を持つ丸型のクロワッサン。お皿に乗っけても転がってしまうので、その点はご注意ください。加えてキューブ型クロワッサンに関しましてはシュガーをまぶしてありまして、キューブ状に形成されています。そんな見た目にも美しいパンを楽しみつつ、こちらのブールアンジュさんお体験ください。続いては雑居ビルの3階にひっそりと隠れていますコンテナ。こちらの店は撮影禁止という風に店員さんに言われてしまったので、店内の様子は撮っていないんですけれども、もともと気になっていたお店だったので、メニューだけでもご紹介できればと思います。ちなみに手元のみの撮影に関しては可能なので、完全に NG というだけでない点をご注意ください。さて、この日いただきましたのはフレーバーカフェラテのキャラメルラテ、加えて季節のバスクチーズケーキとしまして、かぼちゃと黒ごまの2層バスクチーズケーキ。ケーキはシーズンごとに季節のフルーツを使ったものを提供していまして、訪れる季節ごとに新しい味に出会えるようです。今提供されているケーキを調べたいときには、ぜひコンテナさんのインスタグラムをチェックしていただくと良さそうです。この日いただきましたかぼちゃと黒ごまの2層バスクチーズケーキは、上層に黒ごまのまろやかな黒、下層にはかぼちゃの鮮やかな黄色のバイカラーでとてもおしゃれ、上には新鮮なイチジクが大きめカットで贅沢にトッピングされていました。お店のテーマは心と体に優しさを。グルテンフリーのケーキとオーガニックのドリンクを提供するのが魅力的です。この地域行ってみたいと思っても情報量が多すぎて迷うことありませんか？このチャンネルでは実際に足を運んで体験したリアルな視点から観光や施設の魅力を丁寧にご紹介していきます。観光 PR や施設紹介、
店舗紹介のご相談は概要欄のリンクからお気軽にどうぞ。それではこの後の店舗紹介もぜひ楽しみにしてください。続いてご紹介しますのは、新宿駅直結のニューマン4階にありますガーデンハウス新宿。こちらは2012年に鎌倉で誕生した人気レストランの2号店です。過去に下北沢の動画で GH クッキーズというお店をご紹介してるんですけども、その GH の元となっていますのはこちらガーデンハウスです。さて、店内に入りますと幾何模様の白いタイルと明るい木目調の壁、さらにテーブルが全体的に明るい印象をもたらす中、ブラックの椅子が空間を引き締めてくれています。明るいウッド調の外壁に黒い背景のショーウィンドウが印象的な外観。店頭のウィンドウには季節ごとの植物や花がディスプレイされています。ガーデンハウスのコンセプトはシーズンインスパイアド旬とファインクラフツ、つまり手作り。また店内の席もあるんですけども、開放的なテラス席もありますので、天気がいい日中にはこちらのテラス席利用していただくのもいいかもしれません。季節の食材をふんだんに使用した手作りの料理。ガーデンハウスオリジナルのクラフトファクテリア国産クラフトビール、オーガニックワインなど体にも心にも嬉しいメニューが大人気です。新宿のど真ん中にいても自然を感じることができる、至るところにディスプレイされた植物たちにも癒されます。また昼から夜に変わりますとライトアップも印象的。そんな雰囲気抜群な空間も楽しんでみてほしいです。また席も140席ととても豊富なので、人が多い新宿駅周辺でも比較的座りやすいのもポイントです。さて、そんなガーデンハウスさんの料理の特徴はノーザンカリフォルニアスタイル。イタリアンやフレンチをベースにアジアや中東のエッセンスを加えた素材の味を生かした多彩なメニューをいただくことができます。例えば釜揚げしらすのアヒージョはアンチョビとオカヒジキという珍しい組み合わせでイタリアンと和のいいところを掛け合わせた一品です。また季節を感じることができるメニューが多くて、この日の訪問では秋ならではの北海道産エビスかぼちゃのポタージュや和栗や安納芋をふんだんに使ったモンブランなど、春夏秋冬いつ行っても私たちを飽きさせることがないのも嬉しいです。さて、この日いただきましたのはバターミルクパンケーキ、バナナ、ピーカンナッツ、加えてホットのアールグレイティーをいただいています。ドリンクメニューは特に TK が充実。シンプルなティーに加えまして、オレンジルイボスティーや体が温まりそうなシナモンジンジャースパイスティー、ホリデーフォーデトックスなどのハーブティーなどもありました。もちろんコーヒー系のドリンクに関しましても、オーツミルクラテやソイラテなどミルクの種類も豊富だったので、様々なニーズに応えることができそうです。さて、こちら今回いただきましたバナナミルクパンケーキ。バターミルクパンケーキ2枚にバナナとこんがり香ばしいピーカンナッツがトッピングされたボリューミーな一品です。ふわふわもちもちの生地にバナナの自然な甘みがしっとり感をプラスし、ナッツのカリカリ食感がリズムを与えてくれます。添えられましたクリームは軽やかで最後まで飽きずに楽しめるような一皿でした。他には自家製リコッタレモンのバターミルクパンケーキだったりとか、サニーサイドアップクリスピーベーコンといったお食事系のパンケーキのご提供もありました。加えて季節のパンケーキもありますし、こちらの店ではチーズケーキも魅力的。ほうじ茶チーズケーキといった新宿限定のメニューもあったりとか、ブリュレバスクチーズケーキなんかもありますので、気になる方はそちらもご注文ください。さて、ここからはグルメのご紹介。まずは腹ペコステーキ新宿離れです。新宿の中心地にありながら落ち着いた隠れ家感のある雰囲気でがっつり肉を楽しめますのが腹ペコステーキ新宿離れ。厚切りのステーキや肉汁あふれるハンバーグを気取らずにリーズナブルに味わえると人気のお店です。ご覧のような木目調のカジュアルな内装で一人でも仲間とでも気軽に入れるのも魅力的。壁にはたくさんの有名人のサインも書かれていますので、知っている人がいるか探すのも楽しそうでした。また注目なのは食べ放題コース。ビーフステーキ食べ放題ではサーロインステーキ含む全20種類以上が食べ放題。毎日17時から開催されていまして、男性3500円、女性3000円で食べ放題です。当日も楽しんだ方が多いような印象でした。男性グループから女性グループまで幅広い年代の方が利用していたので、気になる方はぜひ注文してみてほしいです。さて、この日はコンボステーキというステーキとハンバーグのセットをいただいています。また、ブルーハワイクリームソーダもいただいています。お店で特徴的なのはトッピング。この日もとろけるウニチーズというトッピングを乗せたりとか、シンプルなチーズを乗せたり、
加えて目玉焼きも乗せたりしています。そして注目はコンボステーキ。ジューシーなステーキと肉厚ハンバーグを一度に楽しめるような贅沢な一皿。ステーキはしっかり肉感を楽しめつつも柔らかく、ハンバーグは肉汁があふれるジューシーさ。鉄板で熱々のまま提供されまして、最後まで香ばしさと旨味を堪能することができます。ぜひコスパよくお肉をご堪能ください。続いてご紹介しますのは餃子酒場肉汁とっつぁん新宿歌舞伎町店です。新宿歌舞伎町のど真ん中、新宿駅を出て東宝島坂に歩いていきますとたどり着くのがこちら餃子酒場肉汁とっつぁん。がっつり飲んでがっつり食べるが叶う大衆酒場らしい活気にあふれつつ、仕事帰りから深夜の一杯までいつでも美味しい餃子とお酒の香りが漂う人気店です。お店としては2025年の11月にオープンしたばかりなんですけれども、多くのお客さんで賑わっていました。今回は名物の餃子を中心にお酒が止まらないような絶品メニューをたっぷり堪能しました。たくさんのメニューがあるんですけれども、メニュー表にランキングが載っていたりとか、その食べ方も載っていますので、メニュー表からも食欲をそそられます。また一つ一つが少しずついただけるようなスタイルになっていますので、その食べやすさも魅力的です。大人数で訪れた場合には様々なメニューを注文しつつ、少人数の場合には気になるものを少しずつ注文するのもいいかもしれません。さて、まずはドリンクからご紹介。最初にご紹介したラムネサワーを中心にオロポサワーだったりとか柚子蜂蜜レモンサワーなど様々なものを注文しています。特徴的なのはグラスに書かれていますクスッと笑ってしまうようなワンフレーズ。ぜひこういったグラスのメッセージも注目しつつ話題の種にしていただければと思います。また個人的なお気に入りはゴロゴロパインサワーなどのゴロッと果実が入ったドリンク。他にも様々な種類がありますのでぜひお試しください。さて、こちらはまず肉汁餃子。熱々に焼かれた皮の中からじゅわっと肉汁が溢れ出す名物餃子。お店に来たらまずはこれという一品になっていますので、まずは注文してみてほしいです。続いてはスパイス香るとっつぁん唐揚げ。こちらも人気メニューで名前の通りスパイスが香って美味しかったので複数回注文しています。続いては月見飲めるつくね。濃厚な卵黄を絡めるととろけるようにまろやかなご褒美つくねに変化。味はタレ、おろし、等などの種類も選べますので、ぜひ気になるものをご注文ください。続いてはタンユッケ。シャキッとした食感のタンにコクのある特製ダレが絡む贅沢な一品。最後に卵を崩して絡めつついただけるのが魅力的です。ぜひその炙る瞬間動画に収めたりしつつ堪能してみてほしいです。続いては旨辛水餃子。つるっとした水餃子を旨辛のタレで、ピリッとした刺激と肉の甘みが合わさり、癖になるような味わいが再現されていました。続いてはトリュフ香るフライドポテトの明太マヨ。芳醇なトリュフの香り、そして濃厚な明太マヨが禁断の組み合わせ。トリュフ塩を自分で入れてシャカシャカ。お皿に開けた後は別途用意されます濃厚明太マヨにつけつついただけるようなそんな一品になっていました。続いて個人的なおすすめはレバニラ。プリッとしたレバーとたっぷりのニラを強火で炒めたスタミナ満点の名物料理。コンロで自分たちで調理するのも楽しいひとときです。続いてはしば漬けタルタルチキン南蛮。濃厚タルタルに刻んだしば漬けがアクセント。甘酢とタルタルのバランスが癖になるようなハイブリッド感が最高でした。続いては山芋鉄板焼き。ふわとろ食感で鉄板ならではの香ばしさが加わった癒し系のメニューでした。こちらはネギ塩餃子。さっぱり塩ベースに香り豊かなネギをたっぷりとオンしています。こちらは大根の唐揚げ。外はカリッと中はジュワッと大根の旨味が広がるような意外性ナンバーワンのメニューでした。続いてはこぼれ麻婆豆腐。器からこぼれそうなほど盛られた麻婆豆腐。痺れる辛さと旨味が押し寄せまして、辛党にはたまらない一品になっています。続いては塩焼きそば。お腹に余裕があればぜひ頼んでほしい締めのメニュー。香ばしく炒めた麺に塩の旨味がしっかり効いたシンプルながら奥深い味わいです。こちらはさつまいもマスカルポーネ。甘いさつまいもにマスカルポーネが絡む優しい甘さの贅沢デザートになっています。こちらは杏仁豆腐。すっきりとした甘さで餃子の後にちょうどいい締めのデザート。そして最後は抹茶きなこアイス。デザート全般に入れるんですけども結構小ぶりになっていますので、もしその小ぶりなサイズとコストパフォーマンスが気になる方はお食事は満足たっぷりいただいた後、別途デザートは別の店でいただくのもいいかもしれません。Sometimes you gotta pray for a victory. そして最後にご紹介しますのは串とぶどう。新宿歌舞伎町の喧騒を忘れさせるような落ち着いた雰囲気のワインバル串とぶどう。東宝シネマズの近くビルの2階にひっそりと佇む店内には
柔らかな光と心地よい空気が流れ、串×ワインをテーマにした創作料理が楽しめるようなお店です。ワインの品揃えも豊富で、フレンチの技法を取り入れた串料理の数々は味も見た目も洗練するもの。今回は一足お先に12月1日から25日限定のクリスマスコースをいただきました。ご覧のようにワインステラーには様々なワインが美しく並んでいますので、気になるワインがあれば注文してみるのもいいかもしれません。今回いただきましたコースメニューの中にもワインを飲み放題でいただくことができましたので、ぜひメニュー表を見ながらその特徴ごとにワインを飲んでみてほしいです。もちろんビールだったりとかソフトドリンクもラインナップされています。さて、コースの始まりに関しましては、乾杯のシャンパンもしくはノンアルコールのスパークリングから提供いただけます。今回いただきましたのは8500円のクリスマスコース。メインが2品用意されているんですけれども、少し安めの7000円のコースではメイン1品で提供いただけます。乾杯のシャンパンに関しましては、泡の優しい立ち上がりと香りがディナーの幕開けにぴったり、ワインへのこだわりを感じるような一杯になっていました。ノンアルコールのスパークリングもすっきりといただけるような一杯です。さて、まずはサラダからご提供。サーモンマリネのサラダはしっとりと仕上げたサーモンに爽やかな酸味の効いたドレッシングをトッピング。ドレッシングもわさび、レモン、オニオンからお好みで選んでかけることができます。続いてはパテ・ド・カンパーニュ。肉の旨味をしっかりと閉じ込めた本格派のパテ。スパイスの香りがふんわりと広がってワインが恋しくなるような味わいです。続いては串前菜の3種、串アペタイザー。左手前からレタス、タプナードソース、中央はサーモンイクラタルタルソース、そして一番右はタンブリアンという牛タンを使ったミニブリオッシュ風の肉料理です。個人的に一番好きだったのがタンブリアン。外はこんがり、中はジューシーで食感のコントラストが楽しい一品になっていました。さて、こちらは黒炭のレモンサワー。黒炭のハイボールいただくこともできましたので、気になる方は注文していただくといいかもしれません。見た目に反しまして意外と味はすっきりでした。さて、こちらは2つのメイン料理のうち1つ目、サワラのポワレ、アンチョビのクリームソースです。皮目はパリッと、身はふっくら。アンチョビの塩気とコクがクリーミーに溶け込み、白ワインが進むような味わいでした。そしてもう一つのメイン料理は和牛イチボのロッティ赤ワインソース。こちらに関しましては7000円のコースの場合もいただくことができますので、先ほどのサワラのポワレがいただきたいかどうかでコースメニューを選んでいただくと良さそうです。この和牛イチボのロッティは赤身の旨味が溢れるイチボを絶妙な火入れでロッティに、深いコクの赤ワインソースがしっかり受け止めるようなコースの主役級になっていました。続いてはチーズリゾットフレッシュトリュフかけ。濃厚でクリーミーなリゾットに仕上げは香り高いフレッシュトリュフ。一口ごとに芳醇で贅沢な香りが広がる締めにふさわしい至福の一皿になっていました。いずれのメニューにも言えるんですけども、とても盛り付けも美しいです。そして最後はティラミス。滑らかでコクのあるクリームにほろ苦いエスプレッソの余韻、上品な甘さで最後まで満足感の高いデザートでした。食後にはコーヒーか紅茶から選べますので、そちらも合わせてこのティラミスを堪能してほしいです。以上、今回は新宿カフェ&グルメ7選としてご紹介しました。アフタートークではやっぱり難しい新宿の店選びということでご紹介していきます。その前にラップアップ。今回ご紹介した店の中には2025年に誕生した店もたくさんありました。2番目にご紹介しましたブールアンジュに関しましては、日常使いのテイクアウトとしても魅力的ですし、見た目がとても美しいので手土産に買っていっていただいておうちパーティーするのもいいかもしれません。またこの後のアフタートークとも関連してくるんですけども、新宿の中でも特に接客がいいと感じましたのはガーデンハウス新宿。カフェ選びで結構嫌な思いをしてしまいますと、新宿の買い物も楽しくなくなってしまうこともあるかもしれませんので、意外とカフェ選びも重要。その時に使ってほしいお店になっていました。もちろん他のお店に関しましても、私が動画で紹介しているところは基本的にお勧めできるような店舗になっていますので、ぜひ参考にしてみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。やっぱり難しい新宿の店選びというテーマです。なんとなく私の動画を見ている方はお気づきかもしれませんけども、結構新宿ではお店の外れを引いてしまうことが多いです。なので、なるべくいいお店をご紹介しようといくつか巡ってるんですけども、ボツになることが多くて結構参ってしまっているのが新宿。あまりこういうことを言うのは良くないかもしれないですけども、新宿で下手にお店を探すぐらいだったら、新宿じゃない別の街に行ってお店を選ぶ方が個人的にはいいとすら感じています。もちろん私が動画の中でご紹介しているお店はいずれもお勧めできるようなお店なんですけども、もしかすると有名だけども紹介されてないお店が心当たりある方は、ちょっと嫌なことがあったんだなとさせていただけるとありがたいです。たとえそれがネガティブな情報であったとしても、紹介してしまうとむしろお店の集客を助けることになってしまいますので、個人的にはお勧めできないお店は紹介しないという形で代替しています。
もちろん今までご紹介しているお店に関しましては、コメント欄などで聞いていただければ、詳しくコメントできればと思いますし、もし紹介してないお店で気になるものがあれば、Google マップで調べていただきますと、そのネガティブな理由だったりとか、またそのコメントに対するお店の店員さんの返し方などで想像もつくかと思いますので、参考にしていただけるといいかもしれません。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。